全然安くなかったんだけどもパチって押しちゃって。キューバの音楽なんだけど、はい、ブエナビスタソーシャルクラブっていう、はい、死ぬほどうまいのよ。何の打ち合わせもなく始める感じね。相変わらずですけど。大丈夫です。アドリブ大魔王です。はい。アドリブ大魔王。はい。はい、どうもりょうです。今日も愛車紹介やっていきたいと思います。愛車紹介でいいですよね。はい、もちろん。今日はお酒抜きで。お酒抜きで。この間ね、ぐでんぐでんでしたからね、2人揃って。ぐでんぐでんでですね、2件ぐらいクレームが。お前はスタディを壊すつもりかっていう。聞かなかったことにした。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は見ての通り、はい、Z3 をそうですね、ご紹介いただけるということで。Z3 クーペ、2000年式、2.8。はい。で、本当にりょうちゃんからこうやって今回お声掛けいただいたんだけれども、とても皆様にご案内できるような内容じゃないとは思うんですけど。いや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 。この間まで例のM2 カブリオレ仕様にした 240M240 をずっと乗ってて、はい、で今度いよいよ G82 の M4、はい、ピュアの左のマニュアルですね、はいはい、インディビデュアルのファイアーオレンジ、はい、これがいよいよ来週、納車になるんですけど、はい、納車されても結局最初、りょうちゃんがよく分かると思うけど、またいろんなところに開発で車を貸したり、なんか最初エアロつけるのにまた車がなくなったり、やっぱり1台はどうにもなんないわけですよ。しばらく乗れないですよね。そうそうそう。それのセカンドカー的な車がどうしても必要だなというので、今回何にしようかなと思い、そしたらね、これ実はね、ヤフオクで買ったんですよ。結構好きですよね。好き。で、例のごとく、自宅で晩酌なんかしてましてですね。で、こうカチャ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 見てたわけですよ。で、そしたらこのね、Z3 クーペ、2.8 が出てきて、で、まず一目惚れだったのはボディカラー。実はこの車って2000年式、ちょうど21年前なんですけど、珍しく白が不遇の時代なんです。あ、そうなんですか。そうで、知らない知らない。Z3 クーペってカタログに白なかったの。あ、そうなんですか。白が特注だったの。あ、へえ。だからこの Z3 クーペって当時ほとんどシルバー、あとたまに赤、あ、そうなんですか。あと黒もちょっとあったかなぐらいで、白って珍しいんですよ。ああ、なるほど。で、僕は実はこの時代、2000年の時代、ほぼ同じような形をした Z3M クーペを持っていて、僕の乗っていた Z3M クーペはやっぱりインディビデュアルの特注なアルピンホワイトだった。ああ、そうなんですね。アルピンホワイトがインディビジュアルだった。そう。で、すごくその Z3M クーペは思い入れがあって、とても気に入って大事に乗ったんだけど、当然いつものごとくまたちょっと違うデモカーにしなきゃいけなくて、売却したんだけどね、やっぱそれから20年経ってもその思い出ってすごい強くあって、で、これは M じゃないんだけど、その Z3 クーペでアルピンホワイトってもう見た瞬間にプチッといっちゃいますよね。全然安くなかったんだけど全然安くなかったんだけどもパチッて押しちゃって、それでそのね、ちょうど、車がない時に乗るセカンドカー的なね、車にしたいなと思ったのが、まずは購入の理由。でも思い出いっぱいの車また欲しくなるっていうのはよくわかりますね。だからさ、わかります。それは本当気が付くとさ、りょうちゃんもそうだけどさ、俺らやっぱこうすごい長い何十年っていうレベルでさBMW ばっかやってるじゃん。そうするとさ、当然どんどん僕なんかは特に仕事柄も
最新のモデルをやっぱりどんどん乗っていかなきゃいけないし、それをやっぱりどんどんいじって、調べて分析してやっていかなきゃいけない、これは仕事だから、それをやるんだけど、それの反面言うてもやっぱりその BMW 好きとしてうずく他の部分もあって、そういうのはやっぱこういうのもツボになっちゃうんでねもうツボもいいところですよね。そうだね。だからその、まあ、例えば、ドイツの BMW でいうと、大きくスタンダードの現行の BMW ラインナップと BMW クラシックっていう、真っ二つに分けて、でこの真っ二つの境目が2000年なの。2000年より前の車はもう全部 BMW クラシック、で2000年以降の車は通常の BMW っていう、こう分け方をしてるんだけど、なんかそれって俺はちょっと違和感があって、なんかこの辺ってさ、例えば46とか36とか、初代の X5 とか、2000年近辺のとこってさ、あんまクラシックっていうよりは、まあ、どちらかというとネオクラシックみたいな、なんかちょっとぼわっとした感じですよね。そうで、まあ、クラシックカーっていうとさ、それこそ俺持ってるイセッタとかさ、マルニとか、あの辺がやっぱりこうクラシックであって、なんかこうネオクラシックっていうジャンルはあるよなと。で、まあ、それぞれにクラシックはクラシックの良さがあって、今の当然現行は現行のものすごい良さがあって、でなんかこのネオクラシックってさ、これ足して2で割ったような割とその故障なんかもそんな気にせず安心して乗れるし、今の現行ほど速くはないんだけど、まあ、味で言うと濃いなみたいな。味は濃いですね。味は濃い。わかりますわかります。そういうのがやっぱりあって、まあ、当然その僕はまあ、りょうちゃんもそうだけどさ、僕らやっぱり車のビジネスやってる人間は当然一般の方よりは恵まれてるというか、複数台所有、できる、確率というかね、環境がありますからね。環境があるじゃない。だからその例えばその一般の人みたいに1台しか持てない、BMW1 台しか持てないよって言うんだったら、多分俺は現行を選ぶですよね。ただそれが2台持ってます3台持ってますって言った場合に、やっぱりネオクラシックっていうのはすごく日常の足としても使えるし、本当に魅力満載でね、いいなと。最近特に自分が年を取ってきたせいもあるかもしれませんけどいいなと。なんかその時代の、まあ、いわゆるネオクラシックの車って、クラシックだと思い出じゃないじゃないですか。もう過去について知るみたいな、温故知新みたいな感じじゃないですか。でもネオクラシックだと昔乗ってたし、なんだったら乗ったことなくてもあの人が乗ってたとか、こういう街並みがあったとか、そういうのを思い出せるから、懐かしさがそこに共存できるっていうのもネオクラシックの魅力かなっていう。なるほど、いいこと言うね。褒められた。確かにそれはそうかもしれないね。そうですね。懐かしさがあるっていうのはね、すごい魅力の一つだと思います。なるほどね。俺なんかほら1995年1995年にスタディ始めたから、やっぱその頃はもう E36 全盛の頃だったし、だからやっぱりその36以降の車っていうのは今本当りょうちゃん言ったような、36以降の車はほぼ全部そういう思い出みたいなものはやっぱあるから。そうですね。確かにね。で特にやっぱりこの Z3 って型式36なんですよね。そうそう。面白いですよね。36の7とか36の8とかって言うんだけど。そうですね。ただ当時面白くてアフターマーケットで、もう36の7とか8とか言うのめんどくせえと。もう全部まるっと、E40 にしちゃえっていうのを多分ね、俺の記憶が確かならアメリカマーケットがやりだしたんだ。あ、そうなんですか。それでいまだに E40 っていう故障が一人歩きして、あ、そうなんですね。サスペンションメーカーとかマフラーメーカーのカタログなんかでもいまだに Z3 系は E40 って書くことって結構あるし、ただその本当に BMW のちゃんとしたっていうか BMW のメーカーの中では E368 とか E367 とかっていう故障になってる。いや面白いなと思って。そうだね。今はね全部ボディ違ったら全部型式変わるので、この時代はまだそういう時代じゃないんですよね。またその Z3 っていうのは非常にちょっとユニークな車で、じゃあその E36 っていう型式使ってるから E36 との共通パーツばっかりなのかっていうと実はそうでもなくて、後ろ半分なんか逆に30の
E30 で余ったパーツいっぱい使われてるからあ、そうなんですね。だから足だってセミトレだもん。あ、そうなんですね。そう、はい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 。そう Z3 はリアセミトレ。セミトレなのよ。はいはい。だから最後のセミトレじゃない。もちろん30の生産なんか終わってるし、はいはいはい。30生産終わって多分ファクトリーにリアだけいっぱい残っちゃってこれどうするみたいな。大丈夫ですか、それまたどっかから怒らないですか。そんなもんですよ。ああ、そんなもんですね。そんなこと言ったら、初代 X1 なんていうのはもう46のパーツの余ったやつ使ってくっつけたらたくさん売れちゃったみたいな車だったからね。46は確かに、X1 は確かにそうなんか見たことあるなみたいな。そんなもんですよ。別にそれは悪いことじゃないしね。そうですね。でも結果的にでもやっぱこの Z3 は僕は個人的にはリアにその30のセミトレにしたことによって限界は下がったよ、はい、限界は低い、はい、同じ36のセダンとかクーペと比べても、はい、限界は低いけど逆になんて言うんだろうな、限界が低いから楽しいみたいなのあるじゃない、あ、危なそうみたいな。まあ勉強にはいいかもしれないですよね。そう車のね。それはねすごいちょっと Z3、オープンの方でもそうだし、クーペなんかはねボディ合成しっかりしてる分余計にそれが如実に出るし。じゃあちょっともちろんボブさんなんで、買ってきて素で乗ってるわけじゃないですもんね。はいはい、そうですね。すでになんかちょっとブログでも書かれてましたけど、ちょっとたくさんメニューこなしたみたいなんで、そういやでもね本当に恥ずかしながらまだまだ全然ちょっと途中段階です。で、なんかちょっと様子をまずはさらっとは持つべきものは友だな。すごいな。そうで、あとねこれもちょっといちいちうんちくがあるんだけどね、これもスーパースプリントのマフラーでキャタから後ろ全部センターリアのこの車専用のやつなんだけど、これも生産中止で、もう最初はカタログ落ちした、でスーパースプリントの創業者の会長のフェデリコさんっていうのが俺が一回麻布のめちゃくちゃうまいイタリアン連れてってあげたらさ、なんだお前イタリアよりこのイタリアンうまいじゃないかって言っちゃってほいですごい俺のこと気に入ってくれたり、ほんで仲良くなってさ、それでフェデリコにさ「いやこれ俺の車なんだよね」って言ったら「何?」って言って、でなんか倉庫を行ってなんかジグ、いっぱいなんかこうジグがいっぱい捨ててあるんだってもう、その中から Z3 クーペで探し出してくれてで特別に作ってくれた。いやでもその話聞いたのつい最近の気がするんですけど、結構すぐ来ましたね。いやだから割と多分順番飛ばして作ってくれたんじゃないの？かなりすっ飛ばして、ちょっとエンジンかけてみる？お願いします。かっけー。いいでしょ？いいですね。いかにもスーパースプリントっていうちょっとこの軽くて高い感じ、今のやっぱりターボ車じゃない音だよね、ちょっとワンオクターボ高いような感じのね。このエンジンって実はそんなに高い音出ないですよね、本来ね、でも十分変わってますね、音ね。そうすごい変わった。本当りょうちゃん言うようにさ、これさ当時 M52 ってさ、あんまり実はエンジン評判良くなかったんでね。そうですね。M52 も M54 も汎用エンジンの極みみたいな感じで、トルクはあって乗りやすいんですけど、気持ちよく回るかっていうとそんな感じではないですよね。54のがまだいい。52はね特にね上りというより下りが遅い、軽い。でもねこれスーパースプリントにしてだいぶ良くなったよ。今のところでもそんなあとあれかステアリングちょっとなんか久しぶりにいいですよね。僕ねこの雰囲気大好き。なんかさ最近ほんとこれもさジジイになった証拠だなと思うんだけど、ウッドがなんか気持ちいいんだよね。ウッドがこれでもあれですね、ウッドグロスじゃないんですね。ちょっとマットっぽいっていうか、ツヤ感がセミグロスみたいな感じで、すごい大人っぽい。でなんかさこのストライプみたいなの可愛いよね。可愛いです。
できることを言えばあと2センチぐらい大きければよかったな。これ360なんだよ。380ぐらいが良かった。まあクラシックな雰囲気出ますよね。そう。いやでもこれも一個面白いうんちくがあってさ、ちょうどこのステアリング探してる時にヤフオクに当時のこの Z3 用の丸々ウッドの純正ステアリングが出たの。でそれナルディ製なのよ。ナルディが BMW の純正作ってる。それもデッドストックの新品が出たの。でまあよくてもスタートだって3000円スタートとかだから、よくたって2、3万だろうと思ったの。そしたら5万以上いっちゃってすごいよね。すごいですね。結局いくらまでいったんですか？いやでもね5万5,000円とか。ああそこは悔しい。いや本当ね、そうなんだ。デッドストックの新品であれはすごかったな。それはちょっと悔しいですね。それはすごかったし、俺以外にもそんなもの欲しいと思ってる人がいまだにいるんだなというのはちょっとある意味嬉しかったけどね。Z3 もマニアが多いですから本当に。好きな人はいるなっていうのは面白かったけどね。いいですね。いやいい話じゃないですか。そうなの。とりあえずあとこれからちょっともうちょっとインテリアはねレカロ入れてペダルとか辺もちょっとカッコつけてもうちょっとやっていきたいなと思ってはいるんですけど。じゃあ続きはぜひボブさんのブログチェックしてもらって、そちらで見てもらえればと。でも今ね横浜店の常連さんでねもうこの状態でいいからね売ってくれってどうしようかなと思ってなんかまあでもそこはね車屋さんですから売るのが正しいじゃないですか。まあでも売れちゃったとしてもきっと続きはボブさんのブログで見れますよね。そうねその方に引き継いでいただくこともまたね一つの道なのかなと思うし、まあちょっとまた一末の寂しさはありますけれども、また探してこようかなと。また次のボブさんのセカンドカー作りが見れるそうですね。はい、それをやってみたいなと思います。じゃあ楽しみにしてます。じゃあこの後ちょっと乗りますか？はい、道場走行させてください。よろしくお願いします。ドライブ行きましょう。はい。ありがとうございます。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。よいしょ。男2人で乗ると Z3 ってすごい狭いよね。そうですね。さっき言うの忘れたけどね、これオーディオも変えたの。オーディオもね、全然 Bluetooth とか使えるの何もなかったからね、今回変えてね。カロッツェリア。そう。まあ Bluetooth とかね必需品ですからね。必需品だよ。もう今やさ、ほらその車自体のその走りのね味があるとかっていうのはやっぱ好きだけどさ、やっぱこういう便利グッズ系はやっぱり欲しいよね。音楽ないのはね。そう。ボブさんどんなの聞くんですか普段？宴会以外全部聞くな。宴会以外全部聞く。最近ハマってんのあります？なんかキューバの音楽なんだけど、ちょっとリバイバルなんだけど、ブエナビスタソーシャルクラブっていう、キューバの映画にもなったんだけど、それ最近聞いてるなよく。結構ヘビーローテーションで。いいですね。キューバのね、おじいちゃんとかおばあちゃんが歌ったり楽器弾いたりするんだけど、ニューヨークの現役アーティストがみんなぶっ飛んだっていうぐらい死ぬほどうまいのよ。そうなんですか。そうでジャズじゃないんだけど、いわゆるこうジャズみたいなアドリブが結構入れてきて、それとかがなんかすっごく上手で、ニューヨーク中が吹っ飛んだみたいななんかサブタイトルの映画なんだけど、うわすげえこじゃれた曲聴いてんな。かっこいいよ。絶対かっこいいですよね。かっこいいしね、なんかね。いやでもそのちょっとなんていうんですかクラシカルな感じもするジャズを、この Z3 のちょっと狭いクーペで聴いちゃったら、いいよね。いやもう助手席乗った人惚れちゃいますよね。いいよね。いやだからそのねツーシーターって言ってやっぱどうしてもそのオープンカーが多いじゃない。でもこれクローズドのツーシーターなんでね、やっぱりちょっとまた独特の乗り味というかなんていうのか空間がね、空間が独特なものがあるよね。
本当ね、これがだからもう昔その大好きだった Z3M クーペ Z3M クーペ俺3台買ったんだよ本当病気ですね。そう病気、赤黄色、最後が白だったの。はいはいはい。その白がとにかくやっぱ思い入れがあって、ロールケージ組んでフルバケットにして、これでロールケージ組むと結構狭そうですね。いいよなかなかほんでだってエンジン全部フルモーテックにしてさ、はいはいはい、全部6連ファンネルにして、うわー気持ちよさそう。そうで、ファンネルわざとフィルターつけないでノブフィルターでエンジン壊れたらエンジン変えりゃいいやつぐらいでさでもあれですよね、めちゃくちゃ吸気音気持ちいいやつ、すごかったよ。キャブだよキャブ。はい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 、ほんとキャブ。もうね、音はそんな感じのしますよね絶対ね。そうでも当時ね、まだ本当2000年99年2000年その辺だったから、まだインターネット出始めでさ、今みたいにこんなムービー撮ったりさ、ないから記録が残ってないんだよね。それがね非常にもったいない。いや吸気音だったら間違いなく過去ナンバーワンだでも本当やっぱ今の現代の車に比べるとものすごいちっちゃいからさ、楽。運転がなんかいい意味で緩いですよね。そうで、あとホイールベースがやっぱ極端に短いんで、もうほんとコマみたいな動きが、ちょんってやればちょんって向き変わるしさ。そうですね。でさっきも言ったけど、ほんとリアタイヤがもうすぐ真後ろにあるからさ、すごい分かりやすい。ただやっぱりこの車の走りの方の特徴としては、さっき言ったやっぱリアのサスペンションがセミトレっていうのがもう最大のメリットでありデメリットであると思うね。だからアライメント変化がすごいんだよ。沈むと勝手にキャンバーがこうやってついてっちゃう。だからさ、どうしてもでフロントはさ、今のとそんな変わらないもう36時代のちゃんとしたストラット入ってるからさ、どうしたってフロント分かっちゃうわけよ、前後のバランスで。だからさ、やたらリアのタイヤが減るんだけど、キャンバー変化が大きいから、リアの内側がやたら減るの。内べりがで、内べりってさ、ちゃんと見ないと分かんないじゃん。見ないと分かんないですね。そうで、一般の人ほど外側のさ、アウトサイドのさ水を見てさ、このぐらいあるのかみたいなこと言うけどさ、それで結局内べり気づかなくて、バーストしましたりあとは雨の日とかに直線でスピンしたりいや俺じゃないよ、俺じゃない、お客さんがね、やばい、料金所とかからさ出てガーって行くとさ、もう内側全然水ないからさ直線でスピンしたとかさ、なかなかね逸話がいっぱいあるよこの車は。面白いですね。そうで当時俺が名付けたんだけど、もうとにかくもう BMW バカ製造機って言っててこの車にはまって BMW バカになっちゃったお客さんって死ぬほどいっぱいいるの。あとだからうちのスタッフとか森とか熊谷とか今もう長くずっといるあの辺のスタッフもみんな Z3M クーペでハマっちゃったのそうだからほんとね BMW バカ製造機なのこれ。その後みんな Z4M クーペ行くんですよね。そう行くのでまたバカに加速がそうとね、面白いよね。だからね、今で言うとちょうどねスープラがそのポジションになっちゃってるんでね、ちょっとそれは悲しいなと思うけど、寂しい感じもしますけどね。まあそれで新たにね、BMW の入り口にスープラがなってくれてファンが増えてくれたりしたらね、まあ確かにね、それは嬉しい話ですけどね。確かにね。でもね、うちにも結構うちもほらスープラトヨタの車だけど、もうほぼ 99% BMW が作ってる車だから、スープラ見ますよって言ってるんでね、結構来店あるよ。ああそうですか。いいですねいいですね。普通にみんなカーベイとかアクラボとか BBS とか買っててさ、もうまんま BMW やってることどんどん BMW になっちゃってでも一回乗ったけどいい車だよねスープラね。すごいやっぱりボディがしっかりした Z4 っていう感じでですね。僕もこの間助手席乗せてもらってちょろっと本当撮影で、なかなか魅力的な車でしたね。サンルーフやっぱめちゃくちゃいいですね。サンルーフ動かないんだけどね。このチルとしかしてない。
でもついてるの大事ですよね。そうねそうね。これもでもオプションでね、もちろん、サンルーフレスもできるし、これもうリアも含めてめちゃくちゃ綺麗なんですよね。距離は結構いってんだけどね、5万1000キロ。いやまあでもこの年式で5万1000だったらめちゃくちゃ少ないですよ。21年で5万キロだもんね。だってことは年間4000キロってことか。ちゃうな、どういう計算したんだ年間。いやでも多分走ってないで置いとく期間とか結構多かったんでしょうね。ウッドのパネルとかダッシュボードとかも全部綺麗ですもんね。そうだね。ここもだから他も良かったんじゃないの、室内保管でね、多分外止めっぱなしじゃないですね。全然もう焼けもあれもないですもんね。そうめちゃくちゃ程度いいですよ。りょうちゃん今46乗ってんだっけ。46乗ってます。エンジンは M54 です。330です。330前期です。いいね。前期の5速を緩く乗るっていう。5速なんだ。最最高じゃん。6速のセカセカじゃなくて5速をまったり、この間ね峠行ったんですよ。ちょっと初めて峠行ったんですけど、なかなか楽しいですね。楽しいよね。いやだからさ、なんて楽しさがやっぱり現行車と違うというかさ、やっぱり限界は低いんだよ。限界低いですね。今の車に比べると低いですね。でも限界低いからさ、低い速度域でなんて楽しめちゃうんだよね。そういやでももうちょっとね、まあアジア系のタイヤなんですけど、かなりのハイグリップ入っちゃったんですよ。そしたらちょっとねタイヤに食われてる感はあるんで、なるほどね。もうちょっとローグリップのタイヤの方が面白いかなっていう感じはしましたね。確かにね。いや、そういう楽しみ方あるよね。あります。別に誰かとほら別に競い合うわけでもないしさ、タイム出すんだったらね測るわけでもないからさ、そういう意味で僕はあれだよ、別に宣伝するわけじゃないけど、アドバンのデシベル、今のデシベルいい。あれいいね。静かだしね。静かで雨強くて、でそんなにアドバンスポーツとかネオバみたいにグリップ高くないから、割と低いところで楽しめるし、まあタイヤの選び方ってね、人それぞれでいいと思うんで、ハイグリップでめちゃくちゃね、サーキットでしっかりタイム出したいっていうのも一つだし、そうね。だから買う時にコンセプト、そうですよね。自分はこういうタイヤが欲しいんだっていうのをしっかり持っていれば持ってるほどいい買い物ができるよね。そうですね。あれね、それなりに駆け抜けたい、でも別にサーキットは行かないっていうんだったらアドスポとかでもいいかもしれないし、タイヤ重要だからね、本当に。逆にデートカーとかで超ハイグリップな、それこそネオバとか履いちゃうと、あれ思ったよりうるさいぞってなっちゃいますからね。うるさい。最近俺うるさいタイヤダメ。じゃあデシベルで。これ左かな。左で元の道戻ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいつものね、りょうちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん。いいねね。いいね。いいねも。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。